超難題ディベート対決。俺のステージ。一生嘘がつけないは一生本音が言えない。わけわからん。なるほどね。もし仮にあなたが電車に乗ったとします。痴漢をしていないのに痴漢ですと言われたとします。その時にしてもないのに本音が言えなかったらはいってなって捕まりますよあなた。いいんですかそれで。本音と事実っていうなんかちゃんと分けてもらいたい。それは事実を言ってることだけで。さあ4回戦に参りましょう。次こそ審判お願いします。なんで増えてんだよ。ずっと上げてんだよ。じゃあサジとマッキーでじゃんけんかな。入れて。いけよ勝てよ勝てよ。よし行こ俺もう負け続けてるからじゃあ一旦俺とリヒトでやらして。オッケーオッケー。う。最初はグーじゃんけんパイ。一番あるぞ。一番あるぞ。最初はグーじゃんけんパイ。やめて。リヒト阻止する裏企画してる。まだバレてないと思う。まだバレてないよ。バレ。まだいける。やられた。いってくれ。いけくれ。もう動揺してるやん。はい、続いては、僕が審判をさせていただきます。まあちょっとディベート疲れましたね。ちょっと負け続けてしまって一旦審判になるほどね。なりたいと思いました。はい、ということで、今回ディベートするテーマは仕事は結果が全てか家庭が大事ということで、面白い。はい、まずは自分がどちらか手元の赤青の札で意思表示をしてください。どうぞ。ちょっと待って。ちょっと待って。ピー。これいきます。まあ途中で変えるのありですからね。まあ一旦どっちか出しといて。鳥間な鳥間。変わる気がする。これは。はい、ということで出してください。はい。はい、ということで、現状赤が4人、青が6人ということで、それでは5分間のディベート対決スタート。でもまずやっぱあれじゃないですか。僕こっちの意見なんですけど、はい、やっぱ結果がうまくいったとしてもたまたまうまくいっただけであればその過程が何もなかったとしてたまたまその時うまくいったとしてそれ再現性がないんで、なんで成功したかとかも分かんないしたまたまうまくいった時もう一回もし同じことがあった場合とかその後も何回も同じことがある場合は過程がしっかりしている方がまた成功する確率とか高いんじゃないかなと思ってそこの再現性の話で僕はちょっと押していきたいなと思います。はい。まあその話めちゃくちゃわかりますけど、なんかその自分の好きなことだったり趣味だったりなんか部活だったりとかそういうのだったらいいと思うんですけど、仕事ってなんだろうな、やっぱ会社ファーストだし、なんか本当にじゃあめちゃくちゃ努力してめちゃくちゃ頑張ったけどなんか大失敗したっていうのと、大体2割3割ぐらいバババって適当に頑張ってなんか大成功を収めたんだったら、まあ会社にとってねいいのは赤の方結果が全てなんかなと思って素晴らしい。こっちかなって思いましたよね。はい。じゃあ行かせていただきます。じゃあ仮に結果が全てのことをチームの方を正解か不正解かが全てっていうことに決めますね。仮定しますね。正解か不正解かも大事なんですけど、この不正解したとしてもそこまでの道のりにね全てがこもってると思うんですよね。そうよ。この不正解は無意味を意味しないっていう言葉があって、そうたとえ失敗したとしてもそれは言葉として失敗ってつけられてるだけでそこまでの過程には次の成功までのたくさんのヒントだったり、手がかりが落ちているっていうで主張です。はい、好きでやってることに対しての道のりはすごい大事だと思うんです。でも例えばこれ仕事とかに置き換えると、例えばじゃあ僕たちよく飛行機とか乗りますよね、あれとかすごい不安じゃないですか。なんか僕思うんですよ、墜落したらどうしようとか、でもそれに対して僕たち努力してこの飛行機安全に組み立てましたっ
とか別にそういうの知ったこっちゃないじゃないですか、多分みんな他の人たちも、この世の中がどうなってるかとか表面上でしか割と全てのこと知らないじゃないですか。僕たちもどれだけ練習してるかとかは知らないじゃないですか、多分視聴者。それな。でも俺らはそれを届けるじゃないですか、結果を。間違いないだからそれで結構判断されるし、えぐい。そう結果はやっぱり大事です。それが仕事ってもんだよね。仕事って確かにマジで仕事とあれで違うな。はいその仕事において結果っていうのは大事だと思うんですけど、結果にとらわれすぎるのもやっぱ良くないなっていうのを思ってて、そういう意味で言うとそのやってきたことを信頼するというか、結果がつかなくともそのやってきたことを自分の身にしていくのがいいんじゃないかなと思うんですけど。あるな。どうだ。また時間あるぞ。まさし。赤チーム。僕赤派なんですけど、入社しました、新入社員で。同期が長い目で見た時にどんどん出世していって結果が出ている中で、もう自分は家庭を大事にしてたけど全然出世できないと悔しくなりませんか？やっぱ家庭を大事にしてたとしても同期がぐんぐん結果を出して出世していったら何してるんだろうって気持ちにもなると思いますし、結果としてはこっちの方が大事になってくるんじゃないかなと思うんですけど。はいということで終了。ここで変える人はいないですかね。青派の皆さん今結構ちょっと押され気味ではありましたけども大丈夫ですか？そうですね。それでも。一旦これで。それでも。はい。なかなか覆らない最終的に赤が5人、青が5人になったということで、誰が変わった？俺が変えました。あ、いらっしゃい。家庭から結果になったということで、ちょっとこれねやっぱひろとし、やっぱ結構強かったかなと思いましたね。これもう負け方のムーブか。あとそうですね、今回の勝ちはこちら赤。でもね俺もねやっぱ家庭大事なんだけど、これちょっとなんか結局さ家庭ってさ結果のための家庭でしかないくて、その家庭が今後の結果につながるっていう言い方だったので、それって結局結果が全てになっちゃってたんですよね。そうだからもう少しその家庭の大事さをちょっと押してほしかったなと青の皆さんは思いましたね。何か言い残すことは？変わる可能性ある？ないです。ない。じゃあいいかな。ということで次はラストです。ラストだ。ラスト。ということで、ラスト審判やりたい人。一回見たら。なんかワンテンポ遅らすの意地悪。全然ちょっと耳に入ってくるのが遅かった。さあどうだ。じゃんけんしよう。ここに来てね。これはどっちがいいですか？ガチじゃんけん。ガチじゃんけん。ガチでじゃんけん。本当にやりたい。本当にまあやりたいな。まあやりたいけどやりてんだろ。やりたいならやりたい。審判楽しいからね。やりてえならぶつかりてえよ俺は。やりてえ。オッケー。お、なんか入った。最初はグーじゃんけんパイ。チョキの呪いに。運命やな。そういうことだよね。そういう運命やな。みんなリヒトの意見が欲しいんだ。優しい。最後です。はいはい、ということでディベートするテーマはこれ嫌だ。どっちだ。はい、されたら嫌なのは既読無視は未読無視同じなんだよな。ということで無視の時点で。はい、皆さんちょっと考えてまずは自分がどちら派なのか手元の札で意思表示をしてください。面白いなこれ。嫌です。お願いします。主張できねえやつ何？雄大されてるからな。雄大に3年ぐらい見られてる。おいどんなんや。はい、ということで現状赤が3人、青が1234567人ということで、それでは早速ディベート対決に行きたいと思います。皆さん最後ですから、白熱したディベートをお願いします。ということでスタート。はい。どうぞ。軽くなんですけど、まだ既読無視は見られてるじゃないですか。
単純に未読無視の方がまだいいのかなって思います。じゃあ逆ごめんなさい。未読無視はまだ見てないんだなみたいな。そう未読無視はまだじゃあ既読無視されたら嫌なんですよ。じゃあ赤よ。一旦未読無視しとくわ。一旦未読無視しとくわ。じゃあ既読無視って別になんだろうな、あ、そういうタイプの人なんだって割り切れるんだけど、未読無視って別に見てなかったら見てなかったらいいですけど、長くなればなるほどなんかもうそろそろ予定あんのにみたいな心配になってくるんですよね。確かにね。そうそう、既読つけてちょっと返信なかったりしたら、とりあえず見てるから、時間分かってるだろうみたいなあるけど、未読だと見てるか見てないかも分かんないから、もうどうしようもない。そういう人だっていうのには割り切らないってこと。未読の人に関しては。だってさ、なんかさ、もう予定があんのに見てるか見てないか分かんないからなんかすごい心配になってこない。本当に届いてるのかって。既読の場合俺ら青だよね。固まってないんですよ僕も。オッケーオッケー。確かにね。既読の場合もじゃあ本当に予定近づいてきてるのに一向に帰ってこないってなったら同じじゃないですか。いやでももう見てるやん。見てるからもう一回追いラインしやすいし、大丈夫。何の戦いなの？見てるという事実があるから。もう全然違う話します。シンプルに嫌な方。例えばめっちゃその LINE 送ります。で既読無視されてるで未読無視されてるどっちかで、その人がタイムラインになんかそのまま投稿した時。LINE 動かしてるのに読んでないやんっていう未読無視の悲しさと、それだ。既読はしてんだ、その上で無視か、ええやみたいな、それでタイムライン上げてる、全然なんか辻褄合うわみたいな。確かに。そう LINE 動かしてんのにこれ読んでないっていうのは何ってならそれはそうやな。ストーリー上げてたり。そう。はい、逆になんかその既読無視は既読にしろ未読にしろその無視されてる事実は変わらないので、その既読できるその環境というか時間というかあるにもかかわらず返事しないのはなんか傷つけられるのかなっていうのがあって、その未読の方がまだそのなんか思いやりというか、その希望が持てるから。そう希望を持たせるっていうのがなんかまだちゃんと見てないんだよ。でもその上でタイムラインに載せるやつおるから。でも追加でいいですか？追加で未読無視の場合は俺も希望を持てる派で、なんかその場合だったらなんかもしかして通知なんかバグで行ってないとか、なんかトラブル携帯壊れなんかその LINE だけ1個バグってたとか。雄大の LINE バグりすぎなんだよ。違う。俺とかは置いとけ。そうからワンチャンス可能性があるから。でも既読無視はもう見た上でスルーしてるからからもう刺しに来てる、もう確定でこう刺しに来てて、でもその一思いにやられたいから。なるほどね。だからその変な希望とか言ってるけど、それは勝手にこう希望と思ってるだけで、逆に捉えるとそれはなんかどっちなんだろうっていうこっちの不安の時間が長くなる。わかる。その時間が長ければ長くなる。だからしてる側からしたらそれは気遣いなのかもしれないけど、受け手側からしたらそれは希望じゃなくてなんかすぐ返事欲しい時とか、なんかそれはそれに繋がんないかなって思う。俺の話じゃないよ。もしバグってマジでその壊れてた場合どうするの？壊れてたみたいな人がいたら。壊れてると確率的に少ないじゃん。それまた別。雄大よう壊れてるもんな。未読無視しようか。安否確認。本当それが一番でかい。安否確認。そっから生まれたらしいしな。大丈夫生きてるって言って聞いてんのに既読つかなかったら未読無視されてたら死んじゃったのかなって。いやそっから生まれたらしいしね。そうでも既読ついてたら返事来なくても生きてるよかったって。確かになる。されたら嫌っていうなんかされたら嫌な状況を考えた時に、例えば好きな子がいて LINE で煽ってる LINE で例えば気持ちを伝えたとするじゃないですか。その時に既読無視か未読無視かっつったら、既読無視されるのめっちゃ嫌じゃないですか。例えばね、もうストレートに好きです付き合ってくださいって言った時に既読無視された時のショックと、未読無視だった時の
まだ来るかもしれないっていうこの希望は確かにね。結構そのダメだろうがよかろうがやっぱ未読無視の方が学生あるあるそうだねこれ。よくないからこれ結構共感する人多いかもね。けどいや既読無視やったらもう嫌われてるわってもう区切りつくじゃないですか。踏ん切りつくじゃないですか。未読無視って知らんところでブロックされてる可能性もありますよね。演出なんだよね。演出なんですよ。でその後俺が思うのは希望どうこうじゃないよねこれ結局。それで言ったら既読無視だって希望持てるからその未読無視はちょっと希望持てるからとかじゃないのよ。これもう無視だからこれで帰ってくる希望を持っちゃいけないよこのテーマでね。帰ってこないとしないと。そうしっかり無視しようとしに来てる。無視という結果がもう両方ついてしまってる。無視は前提として無視が結果無視が結果無視が結果確かにそうテーマがね無視が結果だからごめん今のでそう無視結果的にはこれどっちも無視なんですよ。これ違いとしては受け入れられてるか受け入れられてないかっていうことだ。そうああなるほどね。その言葉を受け手が受け入れるか受け入れられないか。言葉をこう目の前でブロックされてるような感じ未読は。でも受け入れた上で無視。受け入れられた方が嫌ですね。受け入れられた方が嫌だ。なんかディベートじゃないけど。ディベートじゃないんだけどさ。終了。面白い。なんか疲れちゃった。それだけすごいちょっとディベートが聞けたんじゃない。はい。ということで最終的に赤が4人、青が1234567人6人俺かそれでは今から僕が今回の勝ちを決めます。どうなのこれ。どっちでもいい気がしてきたもん。どっちも理解できるもんな。今回の勝ちははいさまざまな攻防を見させていただきました。入ったすごい華麗な反論そしてリズムに乗るようなリアクションリズム一番崩してるから。はい、勝者は青チーム。ナイス議論。ナイス議論。やっぱり反論が結構ちゃんと理にかなってたというか的を得てたしなんかチームワークも感じられたというかもうみんなが協力して一つの意見をしっかり攻めてたなっていうのを感じられてよかったし。これ一つ言いたいのは皆さんはじゃあ未読無視しないっていうことなんですかね。やばい人いるんじゃないか。未読無視やる人いるんじゃないか。俺はそのこっちからこっちに変わった理由があってその生存の話をしてたじゃないですか。既読がつくかどうかでそうめっちゃ理にかなってる機能やなと思ってなんかそこが俺の中ででかかった。なんか生きてるか生きてないか相手が心配するのがめっちゃわかるな。だから雄大が未読無視したら多分死んじゃってるかもしれない。これからはな。雄大は今日から既読無視なのかな。そう既読無視。今日からはいディベート対決終了しました。いやなかなかね最後すごいね白熱化してたんですけどヒロトとかどうだった？いや確かに楽しかったですよ。でもね結論どっちも分かる大前提。いや本当そうないです。だからすごい難しかったです。何に置き換えて考えるかっていうのがすごい難しかったです。人によってね考え方も違ったんですよ。確かにみんなが何を考えてるかっていうのをすごい知れた気がしてなんかすげえみんなのこと好きになったかも。ええやつ。わかるこの気持ち。はい、今回のディベート対決を受けて最も説得力の高かったディベート MVP を決めたいと思います。はい、5回のディベートを経てみんなこの人だと思う人せーので指しますよ。はい指しますよ。いくよ。はいせーの。じゃあフェンファンということでありがとうございます。すごいしっかりしてた。いやそう的を得てたし
こう感情論じゃなかったよねちゃんと。いやほんまにそう。なんかフェンファーの後ろにデイデイ見えてきてたもん。今日メンバーの話聞いてる時の顔がリポーターの顔。なんかワイプ見てる感じ。経験積ませていただいてありがとうございます。経験がねちゃんと実を結んでますねこれは。さすが MC。それでは次回もお楽しみに。せーの。バイバイ。バイバイ。バイバイ。